ふんふん。プリンプリン。その手にあるものは新しく見つけた子供ですか？違うわよ。これはプリン。見ればわかるでしょ。どこぞのスライム型ヒロインかと思いました。珍しいですね。あなたが子供以外のものに興味を持つなんて。しかもそんな心から嬉しそうな顔までして、正直キモいです。ふん。あなたみたいな楽しみを知らないロボットとは違うわよ。本当に人間の食事とはなんと非効率なのでしょう。私のように感情を吸収して生命を維持すれば十分ではないですか？あなたたちはヒロインという生命体になっても食事という悪臭を捨てきれないのですね。ロボットって本当に趣味もなくて効率ばかりなのね。それこそが人生の楽しみなのよ。あなたみたいな未熟で野蛮なロボットにはわからないでしょうけど、私はね、予約10年待ちでやっと手に入れたこのスーパープリンを一口ずつじっくり味わうのよ。この美味しさを理解することができないなんて。生まれの違いとはいえかわいそうね。10年？人間の自殺方法とは実に多様ですね。たかが小麦粉、生クリーム、卵、砂糖で作られたものを10年も待ち続けられるとは感心せざるを得ません。このプリンは他と何が違うのですか？あなたに言っても馬の耳に念仏というやつよ。もうあなたと話すのはやめます。率直に言って時間の無駄です。私は休眠に入ります。おやすみなさい。真っ昼間から眠るあなたに私のことをどうこう言う資格あるのかしら？立ったまま寝ちゃったわ。どれくらい時間が経過したでしょうか。確認。3日ですか。そろそろ感情を吸収しに行きましょう。つくもたまきは不在、知らないも不在ですか。仕方ありません。彼女たちが帰るまで休眠を継続します。アラームを設定。10年。10年も予約しなければ手に入らないプリンとは一体どんなものなのでしょう。これはまだこんなにたくさん。知らないは3日間で1つしか食べていないのですか？そんなに長期間保存できるものなのですか？もし傷んでいたら良くないですね。まあヒロインなら食べてもお腹を壊すことはないでしょうが、でも傷んでしまったらプリンの美味しさは失われるでしょう。仕方ありませんね。一つだけ味見して差し上げます。いただきます。普通のプリンよりは美味しいですが、それだけです。なぜ知らぬいがこれほどまでに執着するのか理解できません。残りはおかしいですね。一つだけ食べるつもりだったのに気づけば全部。しまった、知らぬいの分を残すのを忘れていました。プリンプリン、今日はプリンを一つ食べるの。お家の中がなんだか暗いわね。よいしょ。これは私のスーパープリンは。みんな返事をして。一郎、翔太、蓮、カイト、ユイ、ミサキ、ヒナ、アヤカ。一体誰
誰があなたたちを食べちゃったの？レッド、私がいない間に誰か来たかしら？レッド？総じて言えば、これが私が人間として目覚めた瞬間でした。初めて人間の食べ物の美味しさを知り、初めて欲望に突き動かされ、そして初めて恐怖というものを感じました。ちゃんと知らぬいに謝るんだぞ。もしもし？もしもし。私よ、玉木よ。もうすぐ最寄りの空港に着くところだ。もうこれ以上お土産は買えないぞ。ああ、お土産を頼みたいんじゃなくて、昨日白縫と一緒にコズミックダイバーゲンのイベントで一等賞を当てたの。商品はシーサイドパラダイスのチケットなんだけど、いる？シーサイドパラダイス。あの宇宙でも有名な夏のリゾート地よ。コズミックカタストロフが起きた後、心理法廷の裁判所が一つ吹っ飛んで、事件が解決した後評判になって人気観光地になったあれよ。知っている。行ったこともある。お前たちは行かなくていいのか？あそこは私からもおすすめの場所だぞ。私はいいわ。知らないは他の星のプリンパーティーに行くって言ってたし、むしろレッドが行きたがってるんだけど、彼女の宇宙パスポートがまだないから手続きしなきゃいけないのよ。もし行きたいなら今すぐ電子チケットを送るわ。空港に到着したらそのまま乗り換えてちょうだい。ならばありがたくいただこう。だがお前たちへのお土産はどうする？フロントに預けておいて。私とレッドが帰る時に受け取るから。すまないな。ではシーサイドパラダイスで新しい水着と浴衣を調達してお前たちへの土産にしよう。オーケー。じゃあまたね。だがお前気をつけた方がいい。何が？声が疲れているようだ。ちゃんと休みを取るんだぞ。時間があったら一緒に旅行でもどうだ？そうね、考えとくわ。なんとかなったわ。これで会長を追い払えたわ。ダーリンがシーサイドパラダイスのチケットを持っていてよかった。これで少しは時間の余裕ができたみたいね。間に合うでしょうか。会長が戻ってくるまでに彼女のコレクションを全て取り戻すことが。間に合う間に合わないの問題じゃないわ。私たちは会長のコレクションを全部台無しにした犯人なのよ。怒り狂った会長に殺されたくなければ何が何でも集め直すしかないわ。ほとんどのコレクションはネットで買えるわ。光の賞金のおかげでね。あとはちょっと厄介な星のコレクションがあるけど、手分けして動けば間に合うはずよ。宝石雲は無限の赤煙監獄で取れる宝物よ。夜に冷え固まった雲が液状の宝石になって昼の嵐に引き裂かれて蒸発するの。集めるには忍耐と勇気が必要よ。そこは私に任せて。成功の源は静謐なる絶叫の海の表面に埋まっている蛍光鉱石よ。宇宙放射線を吸収して柔らかな不滅の光を放つの。集めるには孤独と向き合う勇気が必要よ。ではそれは私がやりましょう。虹のルリーシュは食小虫の糞なの。見つけるのも採取するのもすごく難しいんだけど、この任務は白縫いにぴったりよ。
あれって糞だったの？あなたの力で食傷虫を操って好きな場所で排泄させなさい。それならレッドの力でもできるんじゃ。申し訳ない。もう静謐なる絶叫の海に行くと決めていますので。わかったわよ。最後の一つ、永劫収束回廊のループの一つ。まさか会長と王女がループの時間の一部を切り取ってコレクションにしてたなんてね。これは私とダーリンで何とかするわ。待って。どうしてあなただけパパと一緒なの？それは。私もパパと一緒に行きたい。でもそんな時間的余裕は。だったらナビゲーターに選んでもらえばいいんじゃないかしら。面白そうですね。私も参加します。さあ、出発する前にパパを探しに行こう。先に見つけた人が一緒に行けるんだよ。ちょっと勝手に行かないでってば。もう私だって負けないわよ。ダーリン、遅い。私の担当日はもう始まってるのよ。急いで。あの子たちから1位を取るの大変だったんだからね。お前ら一体何を争ってるんだ？当ててみる？まさか俺と二人きりでデートする日じゃないよな。惜しいわね。ダーリンと二人きりで夜を過ごすチャンスよ。夜こっそり部屋に忍び込んだ時に他のヒロインと壮絶な邪魔し合いになるのはもううんざりなのよ。昨日なんてうっかりダーリンの顔をお尻で踏んづけちゃうところだったのよ。そんなの全然気づかなかったぞ。真の戦いは音もなく行われるものなのよ。もちろんダーリンに迷惑かけちゃいけないしね。最近は勝ったり負けたりだったけど、終わる頃にはもう夜明け前で素敵な夜が台無しだわ。だから今夜からは平和的な方法でダーリンを楽しむことにしたの。楽しむって。ただよーく味わって丸ごと食べ尽くすだけよ。わかった。その前に一つ聞かせてくれ。白縫いを裏切ってまで俺たちに協力する理由は何だ？あら、それはもちろんダーリンのため。それ以外の理由を聞いてるんだ。私がスパイだからかしら。ヒロイン協会のスパイか？白縫いのそばにいて彼女を破壊するチャンスを狙っているのか？私は昔も今もそして未来もずっと最初から最後までダーリンのものよ。それ以外に理由なんてないわ。白縫いはまだ自分の力を隠している。そうして蓄えた力で全宇宙を赤ちゃんにしようとしている。光はみんなを操り人形にしてこの宇宙と真の融合をしようとしている。彼女たちの目的は全て現実に干渉すること。もう一度ダーリンのそばに立ち大切な人になるために。じゃあお前はどうなんだ？こうする目的も俺のためなのか？私の目的は秘密よ。珍しいな。お前が俺に隠し事をするなんて。でもいつか気分のいい日にポロッと喋っちゃうかもね。お前の目的だいたい想像はつくけどな。前に言ってただろ。少女たちが片思いのまま死んでいくなんて耐えられないし、
そのことでナビゲーターが悲しむ姿も見たくないからって。だから救える人間は全て救いたい。みんなでハッピーエンドを迎えたいの。ほんともう同じようなことを何回も言いすぎて、さすがにマンネリ気味かしら。もうちょっとミステリアスな感じでいたかったのに。今さら遅いって。ミステリアスに見せたかったなら最初に会った時にもう少し予知能力者っぽく振る舞うべきだったな。で会うなり私はあなたの未来の婚約者よなんていうやつがあるかよ。おかげでダーリンには結婚詐欺師扱いされるし。失敗したわ。決めた。私も宇宙を掌握して現実に干渉してやる。せめて第一印象ぐらいは。もう起きてしまったことは変えられないだろう。そうね。やだ、もう手遅れってこと？私ってこんなに分かりやすい女だったのね。ここまで来たら。ここまで来たらもうやけくそよ。ダーリー、今夜は絶対寝かせてあげないからね。目が覚めたか。システムが意識の覚醒を検知している。寝たふりをしても無駄だ。それとも単に私のことを無視したいだけか。うるさいですよ、博士。もう少し寝かせてください。どうやら頭脳に損傷があるようだ。完璧な生命である君に怠惰が芽生えるとはね。それとも水に浸かりすぎて機能まで錆びたのか。頭脳の機械部品に水でも入ったとか。博士、あなたはどうやって生き延びたのですか？おかしな質問だな。1日3食しっかり食べ、毎日質の良い睡眠をとり、年に一度の健康診断、適度な運動、それで十分生きていけるだろう。一体何が知りたいんだ？夢を見たんです。あなたが現在の侵入にあった夢を。子供の頃の話だな。君に共有した記憶の中にあったはずだが、みんなで助け合って最終的には生き延びたのさ。その話ではありません。あなたがドロリースと初めて会った日、2度目の現在の侵入の話です。その記憶を君に共有した覚えはないぞ。言ったでしょ、夢で見たと。ロボットも夢を見るのか？なんとも奇妙だ。なぜ君に突然新しい記憶が芽生えたのか。私の知らない間に誰かがこっそり何かしたのか？あのナビゲーターか？その顔、やはり何かあったな。その記憶を共有してくれないか？それは秘密です。まあいい。あのナビゲーターに文句を言いに行くとしよう。まだ質問に答えてもらっていません。あなたは一体どうやって生き延びたんですか？秘密だ。ケチ。やれやれ。この秘密が他人に知られることになるとはな。私がどうやって生き延びたか。ただ助けられただけだ。普通に発見されて普通に助けられたんだ。それだけのことさ。
あ、光か？みんなと一緒に買い出しに行ったんじゃなかったのか？こっそり抜け出して帰ってきたの。実はパパに助けてほしいことがあって。パパ、私に泳ぎ方を教えてほしいの。え？ダメかな。買い出しの最中にみんなの話を聞いて知ったんだけど、泳ぐのって水の中に入って海の底まで沈めばいいんじゃないの？普通の人って水の中じゃ呼吸できないの？それが常識じゃないのか？そんなの知らないよ。私が培養層の中にいた時は普通に呼吸できてたんだもん。お腹が空いたら培養層から栄養をとって、病気になったら培養層で治療をして。泳ぐのってそういうのじゃないんだよね。そういうのじゃないな。泳ぐってのは海の底まで沈むんじゃなくて、主に水面で遊ぶアクティビティのことだ。それを知りたいの。どうすれば水面に浮かべるのかをさっき自分でやってみたんだけど、体が水に触れると自然と沈んでいくの。このままじゃ溶けちゃいそう。お前の体は塩でできてんのか？私が製造された時に呪いをかけられたのかも。海水に触れるだけで力が抜けて全ての能力を失うという。そんな漫画みたいな呪いがあるか。わかった。俺が泳ぎ方を教えてやる。行こう。私水に浮いてる。なんだ、泳ぐのなんて簡単じゃん。泳ぎを甘く見るなよ。お前はただ道具の力でやっと海の上に浮かんでいるだけだ。次は俺のところまで移動してみろ。移動？そんなのできないよ。パパ、お下品。お下品？なんで？このままうつ伏せで動くならするしかないじゃない。するしかない？何を？おならを。やっぱりダメ。そんなの下品すぎるよ。泳ぐのってこんなに過酷なの？みんな水に潜っておなら動力で移動したり浮き上がったり、こんなので勝負するなんて。私絶対に無理。もしそれが真実なら海水浴場中が臭くてたまらんだろう。泳ぐっていうのはそういうんじゃない。第一、そんなことできるやつはどこにもいないぞ。完全な状態の私なら、傷ついていない私ならできるかもしれない。やっぱりお前の傷はまだ。ほら手を貸して。引っ張って泳いでやる。あ、レッドにつけられた傷はとっくに治ってるよ。冒険中に負った傷でもないから。自分を責めないでパパ。私が言ってるのは最初の傷。覚えてる？腰から真っ二つに切られた。死んねえ。私と設定かぶってるやつ。正直あのヒロインには随分手を焼かされたけど、それはもう過去形。今の私はいい子。分かってるよ。彼女に謝らなきゃいけないってことは。パパが言ったら私は旅に出る。そして彼女に会ったらちゃんと謝る。その前に泳ぎを身につけておかないと安心できないな。というか、お前にできないことって他に何があるんだ？
私にもわからないけど、パパ教えてくれる？もちろんだ。水拭き、タオル、日焼け止め、水筒、おやつ。ママはーい、すぐに出発するわよ。お利口にしてたらママがご褒美にぎゅーっとしてあげるわ。ぎゅー。違う。俺はなぜこんなところに？あら、お利口さんはそんな大声を出したりしないのよ。ぎゅー。そうそう、それでいいのよ。おいで、ぎゅーってしてあげる。ぎゅー。ほら、ママの手をちゃんと握って。さあ、海に行くわよ。着いたわ。砂浜だー。一人の時は海に近づいちゃダメよ。波の中には大きな怪獣がいて、ママが見てない隙にこっそりあなたを食べちゃうんだから。大きな怪獣。そうよ、ガオーって一口で食べられちゃうわよ。だからママからあんまり離れちゃダメよ。でも怪獣はママが追い払ってあげるから、ビーチで一緒に遊びましょうね。まただ。ここはどこだ？海。どうしたの？俺に同じ手は二度も通じないぞ。二度と俺を赤ちゃんにできると思うな。あら、変ね。ここ数日間はうまくいってたのに。数日間も？そうよ、今日だけじゃないわ。ここ数日はナビゲーターと私のデートの日々だったのよ。お前、俺を操って何をしたんだ？寝かせてあげたのよ。寝かせた？数日前、ナビゲーターが私のところに来てこう言ったの。頼む、ぐっすり眠らせてくれってね。でもその日はちょうど私がナビゲーターとデートする順番の日だったの。だから私、提案したの。ナビゲーターの精神を赤ちゃんにして、意識の大部分を眠らせたまま私とデートするのはどうかしらって。ああ、なんとなく覚えてる。それでよく眠れたかしら？はあ、大変すっきりしました。じゃあそろそろ本当のデートを始めてもいいんじゃない？赤ちゃんになったナビゲーターと過ごすのも楽しかったけど、やっぱり今のあなたと一緒にいたいのよ。だってデートといえばやっぱりちょっと恥ずかしくなるようなことがしたいじゃない？例えば大人の意識のまま赤ちゃんのふりをして顔を真っ赤にしてママにミルクを飲ませてもらうプレイなんてできないじゃない？それだけは断る。まさかもうやったんじゃないだろうな。どうかしら。さあ今日のデートを始めましょう。とある事実をお教えしましょう。今晩浴衣で出かけているみんなは誰もブラジャーをつけていないのです。しかも浴衣の帯もゆるゆるですので、ちょっと引っ張ればすぐにずり落ちるでしょう。役に立たない知識をありがとうな。おや？これまた余裕のある返しですね。まあ、あなたのことですから。俺が指をクイッと曲げればみんな喜んですっぽんぽんになるから、何を何枚着ていようが関係ないぜとか思ってるんでしょうね。黙って聞いてりゃ
人を自意識過剰なエロ野郎みたいに。全くもってその通りですよ。あなたも彼女たちもみんな。はあ、私は私の神によって人として作られました。でも時々あなたたち人間には心から絶望します。本当ならあなたたちとは宇宙の果てについてもっと語り合いたかった。どうした急に。人生に対する情熱を失った人みたいになって。肩がムズムズするので。それと肩に何の関係があるんだよ。そういやお前つけてんだな下着。お気づきですか？ええ、その通りです。この夏の夜、唯一節度を保っている人間の存在にやっと気づいてもらいました。ところで、体を取り戻した私に興味はありませんか？やっぱり元の姿の方が可愛かったな。頭だけの時はあんなに可愛かったのに、大人になった後のこの虚無感ときたら。エロ野郎。え？ロリコン。なんでだよ。だって私、頭だけの時は服を着ていませんでしたよね。つまりあなたはこう考えた。レッドって今は裸の状態なんだ。それってなんだかエッチかも。さっきから人格否定も甚だしい。それはお前が言いたくて言ってるだけだろう。いえ、私はただナビゲーターの心理を推測しただけですが、これは人間の本能の一つ、空気を読むというやつです。どうです？うまくできているでしょ？0点だな。てっきり傍若無人ってやつを学んでるのかと思ったぞ。空気を読んだ結果、ナビゲーターは私の下腹部に開いた穴に興味があると推測されるのですが、やはり私の勘違いでしたか。本物の人間になる日にはまだまだ遠いようです。気になりますね。この穴の中に何があるのでしょう。みんな私の体を見ると、なんでそんなところに穴が開いてるのと言って驚きます。たとえ言わずとも心の中でそう思っているはずです。なるほど。みんなの気持ちわからなくもない。なんでお前のそんなところに穴が開いてるんだ？私にもわかりませんよ。最初はこんな穴なかったのに、ナビゲーターと接触した後にできたんです。全部ナビゲーターのせいです。これじゃ本物の人間に見えないじゃないですか。見てみたいですか？ナビゲーター、息が荒いですよ。中に何か見えましたか？真っ暗だ。顔近づけすぎです。髪の毛がお腹に当たっています。めんどくさいな。注文が多いぞ。いやでも離れたら本当に何も見えないんだ。何をしたんですか？指を中に。わかりました。この穴はやっぱりナビゲーターはエロ野郎です。なんだ？その穴の正体が分かったのか？あなたには教えてあげません。変態。わらわこそ影の国が女王ぞ。パパ、この女の人誰？遺伝子的にはお前の母親ってことになるな。嘘でしょ？私のママがこんなチビなわけないでしょ？おーい、悪口なら全部聞こえておるぞ。
私のママは好きあらばその大きな胸でパパを誘惑してくる悪い女の人のはずよ。おお、そうか。わらわにもそんな可能性があったとはの。それに私が遺伝的に受け継いでいるはずの胸、あなたのと全然違うじゃない。あなたもう18歳なんでしょ。パパが言ってたもん。それはわらわが成長を妨げる呪いを受けているからだ。わらわの可能性の一つである会長も汝の母であるぞ。あやつの胸はなかなかであろう。何それ、会長もママなの？しかし確かに見事な胸だ。ナビゲーター、汝の胸の遺伝子侮れぬの。俺のなの？つまりだな、いろんな意味でスケールがでかすぎるということで、それに瞳の色も髪の色もどう見ても汝はわらわの子であろう。現実を受け入れるんだ。わらわこそ汝の真の母なのだ。わらわの死後は汝にこの王冠を授けよう。わらわの栄光が影の国を隅々まで照らし続けるようにな。絶対に認めない。ママがこんなチビガキだったなんて。無礼を申すな。これこそ成熟の証だ。そうであろう、ナビゲーター。光、現実を受け入れるんだ。ヒロインバースのスカディは現実世界のスカディよりずっと成熟しているんだ。成熟？現実世界のスカディに会えばお前もわかるさ。その通り。現実世界のわらわなら汝を子供たちとのごっこ遊びに誘ったであろうな。わらわはもっと大人なのじゃ。大人な話題も平然と語れるぞ。全然動じたりせぬからな。でも私たちって世界を救うためにいるんでしょ。子供の格好で遊んでる暇なんてなくない？遊びながら世界を救う、それこそが真の強者の余裕というものだ。わらわが子供らと遊んでおる間も、わらわの脳内ではあまたの現在との死闘が繰り広げられておる。すでに先度は死んだかもしれぬな。まあそんな感じだな。こんなママ絶対に嫌。出会って間もないというのに早くも反抗期か。心が砕け散ったのじゃ。されど安心するがよい。わらわの汝への愛は永遠に変わらぬからの。これはどういうことだ。お前の2人目のママが来たぞ。私のママ多すぎじゃない？こちらが先ほど話したスカディじゃ。どういう意味だ。今親子対面式的なものをやっててさ。光は俺とスカディの子で、今はママに慣れてもらってるところかな。そんな重大な話、なぜ今まで黙っていた。またお前たちの悪ふざけではあるまいな。あの子は正真正銘スカディの娘なんだ。ナビゲーターがそういうのなら、娘か。しかし私よりも王女に似ておるのではないか。髪の色などが。まさかまだママがいるっていうの？あやつにはすでに伝えてある。数日後には会えるじゃろう。ゆえにまたんでもよかろう。我らだけで始めるとしようか。始めるって何を？第1回スカディ家族会議&親子サマーキャンプじゃ。参加者はわらわ、会長、王女、ナビゲーター、光であるぞ。目的は光が幼き日に与えられなかった愛を取り戻すことじゃ。別にいいよ。愛とか
別に足りてるし。その逃げようなどとは思うなよ。我が子となれば聞きたいことが山ほどある。助けて。俺がついてるよ。戻ったぞ。みんな久しぶりだな。私がいなくて寂しかったか？土産ならたくさんあるぞ。久しぶりだな。もちろんナビゲーターの分もあるが、残念。前の旅行の分も買っておくべきだったな。お前たち何やら疲れた顔しているな。昨日夜遅くまで遊びすぎたからだと思うわ。そうね。ナビゲーターがいるからつい興奮しちゃって。そうか。しかしお前たちにも私の水着姿を見せてやりたかったな。シーサイドパラダイスは確かに楽しいが、一緒に遊ぶ仲間がいなければやはり物足りないものだ。まあいい。まずは休むとしよう。その前にまずはコレクションを整理しないとな。あいつの体力が本当に羨ましい。ずっと宇宙中を遊び回って羨ましいというかちょっと怖いわ。バレてないといいけど、今度は宇宙中を追い回されるなんてごめんだわ。部屋に入っていったわ。まだ出てこない。8、9、10。これだけ待っても出てこないなら成功ね。やっと俺たちもバカンス開始ってわけか。明日からが本番。夏が来たわよ。つまるところお前ら、私が気づいていないとでも思っていたのか？何の話かな。まだ隠し立てするつもりか？私はお前にとってそこまで器の小さい人間ということか。分かったよ。さっきお前の目の前にあるスイカの位置をちょっと動かしたのは俺だ。スイカの位置を動かしただと？なんてことをしてくれるんだ。って違う。私が言いたいのはそれじゃない。どんな理由で喧嘩したのかは知らんが、お前たち私に隠しているな。おそらく新メンバーのヒカルに関することだと思うが、彼女が戦争を起こし、それを止める過程で私のコレクションを全部壊した。そうだな。その通りだ。そして私を外へ追い払い、その隙にコレクションを集め直したわけだな。ああ、その通りだ。バカな奴らだ。怒らないのか？あのコレクションはお前にとって特別な意味があったんじゃないのか？ああ、とはいえ結局はただの記念品だ。覚えているか？お前と出会った頃、私がまるで狂ったように異世界へ行きたがっていたのを、あの時私を突き動かしていたのはコレクションなどではなく、冒険への興奮だったのだ。壊れたならそれで構わん。あの時の経験は全て私の脳裏に刻まれている。ただあいつら
私のことを過度に怖い人間だと思っていないか。こんなことになるならあいつらにはもっと優しく接するべきだったかもしれんな。こんな仏頂面などせずに。みんなの目にはお前のコレクションがとても大切なものに映っていたのさ。あれをしまっておくために館まで建てたんだろ。俺も集めるのを手伝ったけど、あれを全部集めるには本当に色々あった。とにかく大変だった。だからこそ価値がある。ではお前たちは楽しめたのか？え？旅の道中もコレクションを集めるその過程も楽しかったのかと聞いている。あ、楽しかったよ。それならよい。今の話あいつらにも聞かせてやれよ。きっとお前に対する見方が変わるぞ。いや、やめておこう。これくらいの威厳を保っていた方が何かと便利だ。少なくとも今後早々に勝手な真似はすまい。行こう。あいつらも呼んでスイカを食べるとしよう。ああ。